詳しめドライブ走破系雑学まとめ。はい、ドラレコ風景を次々に雑学解説する動画。国道1号京都には一体何がある？国道1号から京都有名観光地へ行くには道案内。芸者さんにはどこで会える？国道1号から道案内。旧国道1号京阪国道大阪街道を Google Earth でたどってみた。などなど雑学もたくさん用意していますよ。ではでは国道1号京都編へ GO！ 右へ行くと二条城。一本道筋はずれているんですけど、だいたい二条城方面で合っています。で、二条城ってこれが武家の親分の京都の御所、宿所です。具体的には足利義輝将軍、足利義昭と織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の京都の御所です。家康の二条城が現在の二条城で、それぞれ少しだけ別の場所にあったようです。それぞれ二条通り付近にあったので、二条城とか二条御所とか呼ばれていたようです。ちなみに二条城へは不動で東山を越えた先、京都盆地にあります。では地形を見ていきましょう。今走っている場所は山科盆地。京都中心部の京都盆地とは東山で区切られています。東山は比叡山から伏見の宇治川付近まで伸びている縦に細長い山です。そして比叡山から西、高尾山付近までを北山、そして京都の西、嵐山がある佐賀地区あたりを西山と呼ぶようですね。国道1号はこれから東山を越え、京都盆地で90度南に向きを変え北走り、嵐山から流れる桂川、琵琶湖から流れる宇治川、伊賀から流れる木津川の三川合流域の東側を抜けたら、いよいよ次回の大阪って感じです。右へ行くと山科駅でしたね。山科駅の山側には細い水路があって、そこを観光船が走っているんですよ。琵琶湖疎水と言います。琵琶湖の水を京都市内へ引く人工の水路です。現在も水道水としての利用はもちろん、観光船の運航、そして発電所の運営まで様々な用途で利用されています。明治23年、1890年に掘り進められた水路や発電所が現役なんですね。京都といえば多数の有名な神社仏閣がありますが、琵琶湖から細い水路を船旅するのもいいかもしれません。さあ、いよいよこの坂を登って東山を越え、京都盆地へ入っていきますよ。この東山には京都盆地側に北から銀閣寺、そして正面の山を越えた場所にある清水寺、そして東山の南端にあたる場所に千本鳥居で名高い伏見稲荷大社などなどと有名な神社仏閣が勢ぞろいです。ところで清水寺といえば、そう、清水の舞台から飛び降りるということわざ。驚いたことに実際に飛び降りがブームになっていた時代があるんです。江戸時代から明治、1694年から集計が始まって、1864年に禁止令が出されるまでに、なんと235件の飛び降りがあったんだとか。清水の観音様に祈って飛ぶと命も助かり、そして願いが叶うと言われて飛び降りしたんだと言われます。その願掛けをして飛び降りた人 70% が女性だったと言います。そしてなんと 85% もの人が生還していたのだとか。清水の舞台から飛び降りるとは、思い切った決断をするときに言うことわざ。
昔の人の命知らずチャレンジだったんですね。看板に左で祇園と東山五条と出ていましたね。東山五条交差点が清水寺の参道入り口の一つです。現在は国道1号が五条通りと言われるのですが、かつては国道1号の旧道、清水寺の参道が五条通りと言われていました。そして祇園とは東山五条交差点を北上すると出会える八坂神社に由来する区画です。京都東山区の北部ですね。芸者さんに出会える町として有名な繁華街です。舞妓さん、芸妓さんとお座敷遊び、紹介制で一元さんはお断りですが、観光客向けに紹介制ではないお茶屋もあるそうなので、ちょっとお邪魔してみたい感じもします。今走っている立教の後ろ、下側に東山五条がありますよ。前の看板一番右を見てください。川端通りと書いてありました。ここを右、川端通りを北上すると、今走っている国道1号五条通りと並行して京都で一番の通りといえる四条通りと交差、さらに北の三条通りあたりまでの川端通りの対岸、鴨川の川端には有名なpon戸町に代表される川床で食事を楽しめるレストランが多数あります。夏の夜限定で、しかも結構暑いそうなんですけどね。本当に涼しい川床は北山の山の中だそうです。京都のニュースで見たことありますよね。ちなみに四条通りのこの右ブロック筋に錦市場もありますよ。烏丸通りでしたね。左へ行くと京都タワーと京都駅、そして右へ行くと京都御所があります。天皇の御所だった場所です。平安京ができたのが桓武天皇の794年、明治天皇が東京に遷都したのが1869年、1000年超えの京都御所ですが、これも時代によって微妙に位置が変わっているのだとか。御所を代理、予備の御所を里代理として火事になったら里代理へ移動するというのが1331年まで行われていたそうです。左折しましたね。先ほどの交差点を右折していれば、今度は天皇ではなく将軍の御所二条城です。まっすぐ行けば山陰地方を抜ける国道9号がスタートします。正面右側に立派な寺社が見えてきましたね。非常にざっくりした統計ではありますが、日本で半数を占める仏教徒の中でもさらに半数を占める浄土真宗、その半数を誇る浄土真宗本願寺派の本山、西本願寺ですね。この左側のブロックの先、京都駅北口付近には浄土真宗の3分の1以上を占める東本願寺もあります。ちなみにこの西本願寺、東本願寺、仲良しではないです。その対立、織田信長の時代にまで遡ります。加賀を本拠とし、大阪にも勢力を誇っていた一大宗教大名本願寺賢如と、京都に足利義昭を将軍として、そして傀儡として上洛した信長。信長の上洛に反感を持った大名は各地そこら中にいて包囲網を築いていましたが、本願寺もその一つの勢力として信長を攻撃したんですね。信長は朝廷を動かして講和にこぎつけるのですが、賢如は講和に応じて大阪の領土を諦めたのですが、その息子の享如はこの地を離れると兵糧はどこから仕入れるのかという不安を抱えた部下と同調して、
大阪で徹底抗戦の姿勢を取ったんですね。まさにその時です。源如側が西本願寺として、京如側が東本願寺として分裂したそうなんです。そこからなんと400年余りいざこざは続いているようです。それより右側見えてますか？立派なあれは五重塔ですか？東寺ですね。東寺とは真言宗という空海の修行を主体とした仏教ですね。空海といえば実際に空海が修行したと言われる四国のお遍路さん。近年東寺が0番札所と言い始めたようです。真言宗のお寺といえば東寺の他に高野山金剛無寺が有名ですが、高野山の方は四国88カ所を無事に回れたお礼をすることもあるそうなのですが、東寺は何もない、よーし作っちゃえってことでしょうか。お寺や神社の新しいご利益のお話、今までも他さまざまな神社やお寺でいろいろあった気がします。そういえば先ほど東寺の前も左折しました。そう、京都の国道1号は左折、右折、左折とカクカクしています。道案内をしておきましょう。最初のカクカク左折しましたが、右折すると二条城でしたね。まっすぐ国道9号を進んで西大路通りを右折すると金閣寺へ。まっすぐ行って五条天神川交差点を右折。天神川通りを北上して四条天神川交差点を左折。四条通りを西進すれば嵐山佐賀の案内標識が出てくるので、その通りに進めば嵐山の渡月橋を見に行くことができます。2番目のカクカクは右折しました。まっすぐ行くと有料道路の第二京阪道路へ行くこともできます。っていうか京都道案内が楽ちんですね。5番止め上で交差点名が通りの名前の組み合わせって場所が多いようです。四条何々交差点で四条通りと交差する〇〇通り、五条〇〇交差点なら五条通りと交差する〇〇通りって感じ。いいですね。それにしてもまっすぐな道ですね。現在走っているのは国道1号京阪国道です。もしや永安橋が整備された時、この辺りも5番目上に整備されたのかと思ったのですが、5番目上に整備されたのは京都駅あたりから北部分です。この辺りは田園地帯だったようですが、明治初めの古地図では田園地帯もまっすぐな直線道路が敷かれています。もしかしたら京都の5番目に倣って田園地帯も5番の目上に整備されたのかもしれませんね。ところでこの京阪国道ですが、できたのが1965年から1970年の間のどこかのようです。やはり60年代なんですね。その前は京都側が大阪街道、大阪側が京街道と呼ばれる奈良時代から存在する古道に沿って京都と大阪は結ばれていたようです。古地図をトレースしてみました。宇治川を渡りましたね。宇治川を越えると5番目上の形はなくなっていきます。そしてここら辺から大きく国道1号京阪国道と大阪街道は分かれていきます。大阪街道は宇治川、淀川沿い、国道1号は内陸を直線していきます。
それにしてもなんかのどかになってきましたね。あ、正面の高架京滋バイパスです。前回国道1号滋賀編の草津市で分かれて以来ですね。京滋バイパスは京都を大きく避けて宇治市を通ってこの久御山町で国道1号と合流します。宇治市のインターチェンジで降りれば10円玉の風景にもなっている平等院があります。そして京滋バイパスは右へ行くと北西に方角を変え、名前もやがて京都縦貫道と変え、天橋立までつながっています。結構工場ありますよね。久御山町ってもしかして京都の工業地帯？製造品出荷額見てみましょう。2021年京都市2兆6000億円。京都市2兆超え？ちなみに久御山町は2700億円です。10分の1か。というか京都市神社仏閣の町じゃないの？工場確かにちらちら見えましたが、こんなにあったんですね。都道府県のランキングを見ると京都府は全国21位、半分よりちょっと上です。京都市内では食品から電気機器までさまざまなものが作られていることが分かりました。中でも繊維業が出荷額の 14% 近くでトップを占めていますね。そしてその中で和服や帯の生産は日本一の生産量を誇るそうです。なるほど、着物か。納得。八幡市へ入っていますね。八幡市は石清水八幡宮から付けられた名前なんだそうです。その石清水八幡宮、男山という小高い丘の上に立っていて、そこにケーブルカーが走っているんだそうです。そしてその男山のふもとに市役所が、左手側にずーっと進んだ場所です。国道1号は八幡市の外れを走っているんですね。そっか。市役所や石清水八幡宮があるのは大阪街道が通っていった場所付近です。あちらが先に発展したんですね。ではでは、そろそろ国道1号京都編は終了です。京都編はいかがでしたか？今回は地理案内ばかりで雑学が少なかったように見えますが、地理案内も雑学って言いますよね。こんな感じでのんびりですがしっかり地理雑学お届けします。次回も気になる方はチャンネル登録しておくとおすすめに表示されやすくなりますよ。次回はいよいよ国道1号最終回、大阪府を走ります。大阪と東京、人口密度から各都市を比べてみた。大阪モノレールとニュータウンサイト、国道1号東京日本橋から大阪梅田新道まで何分かかった？などなど雑学いっぱいです。お楽しみに。ではでは、動画のご視聴ありがとうございました。なつきがお送りいたしました。バイバーイ。